どうもこんにちは、ホビーチャンネルむさしです。今回はスイートの144分の1はやぶさ1型を作っていきます。筆塗りと塗装を剥がすハゲチョロ技法を紹介しますので、最後までご視聴いただけたらと思います。スイートの144分の1シリーズはとても評価が高いキットで、1箱に2機のランナーが入っています。完璧なプロポーションと時代交渉に裏打ちされた筋彫りが評判です。デカールは高品質なカルトグラフ製が入っています。小さな機体に繊細な筋彫りが入っており、パネルラインと可動部分で太さを変えているこだわりようです。主脚は向こうが抜けています。驚きの繊細さです。組み立てていきます。小さな機体なので部品点数は少なく、組み立て自体はすぐ終わってしまいます。特に難しいところはなく、サクサク組み上がるでしょう。胴体は合わせる前に青竹色で塗装しておきます。塗装指示にはありませんが、風防から覗くとかすかに見えてしまうので、主脚の裏も同じ色で塗っておきます。接着は流し込み接着剤を使います。翼を接着したら角度を確認しておきます。主翼の上半角はキットのままで完璧です。飛行機模型では主翼と水平尾翼、垂直尾翼の角度がきれいに決まってないと格好悪くなってしまいます。カウル前方部の部品は塗装のために貼って剥がせるセメダイン BBX で仮止めしておきます。塗装用に爪楊枝で持ち手をつけておきます。細かい部品はランナーのまま切り出しました。エンジンや造装、椅子は両面テープでようじに固定し、筆で塗装していきます。主脚はランナーのまま塗装しました。胴体の合わせ目は少々目立つので、800番のスポンジヤスリで平らにしておきました。ヤスリすぎると繊細なモールドが消えてしまうので注意が必要です。主翼の縁もヤスっておきます。ランナーの成形上、縁にパーティングラインがある場合があります。胴体の塗装です。はじめにラッカーの8番銀をパネルラインに沿って塗ります。識別体はこのキットではデカールになっていなかったので筆で塗っておきます。後でマスキングするので大雑把に塗っています。識別体をマスキングして仮面から塗っていきます。タミヤアクリルを使って塗っています。専用溶剤で薄く伸ばした塗料を塗り重ねていきます。まずはマスキングテープや色の境界面を塗っていきます。広い面は1度目は縦に全面を塗り、乾いたら2度目を横に、乾いたら3度目をさらに縦にというように塗っていくと筆目が全くなくなります。塗料の濃度と重ねる時の乾燥具合でコツがいるのですが、慣れです。水性塗料は乾燥が遅いので筆ムラが出にくく、溶剤がマイルドなので上塗りと下地が適度に溶けて混ざり、3度も重ねるとだいたいムラが気にならなくなります。ラッカー系で広い面を筆塗りすると乾燥が早すぎて筆ムラが目立ち、また溶剤が下地をすぐ溶かして壊すので私は苦手です。リターダーを入れて乾燥時間を遅らせ、下地を壊さないように優しくスピーディーに塗装すれば良いのですが、なかなか難しいです。クレオスの水性塗料だと昔からあるやつがおすすめで、最新のアクリジョンは塗膜が強固に固まり、塗り重ねても下地を溶かしにくいようで、筆塗りだとムラになりやすい感じがします。乾燥も早くリターダーを使わなくてはならないので面倒です。水性塗料は薄めるのも筆を洗うのも水で良いので気楽です。ただし水で薄めると初回の塗りで塗料弾きが起きる場合があります。そのような場合は専用溶剤を使用してください。今回はクレオスの8番銀以外、タミヤとクレオスの水性塗料を使用しました。機体上面も同様に色の境界から塗り、縦に横にと塗り重ねていきます。
風防は細い筆で慎重に塗ります。はみ出したらラッカーの溶剤を筆につけて溶かし取ります。部品が小さすぎてマスキングは困難です。ぐっと息を止めて気合で塗るほかありませんでした。今回の緑は隠蔽力が高かったので一色で塗りましたが、隠蔽力が低い塗料の場合、間に銀色を挟むと完成後に透けずに済みます。いよいよハゲチョロ表現になります。デザインナイフなどで塗装を剥がしていきます。実機では左の主翼の付け根部分が搭乗員が乗り込むときに足で踏まれるので塗装が剥げがちです。モデルでもここを重点的に剥がしていきます。他はパネルラインに沿って適度に剥がしていきます。下地に塗った銀が顔を出していい感じです。8番銀は銀の中でも粒子が一番小さい上に塗膜が弱く、このように塗装を剥がした時に粒子の途中で剥がれて上塗りだけが剥がれてきます。ハゲチョロ表現には今回やった剥がす方法ではなく筆で描いていくやり方もありますが、今回のような小さいモデルだと難しいと思います。主翼の他にも全体的にバランスを見ながら剥がしていきます。カウルは主翼左側の搭乗口の次に塗装が剥げている箇所です。識別体に貼ったままのマスキングを剥がして完了です。風防前の反射よけの黒を塗り忘れていました。というか、ここはデカールを貼るものだと思い込んでいました。説明書はよく読んで段取りを考えておかなければいけません。プロペラを塗ります。お気づきでしょうか。映っているのは私の手ではありません。嫁が乱入して塗っています。少し失敗したところが私じゃないとごまかしています。座席後ろは艶消し黒で塗りました。塗り忘れていた風防前側もハゲチョロにしていきます。排気ノズルはレッドブラウンで塗りました。焼けて錆びた感じのイメージです。墨入れをしていきます。墨入れはエンジンスリットとフラップやエレベーターなどの筋彫りが太い箇所だけ入れました。全体に筋彫りを入れてしまうとちょっとうるさくなってしまいそうです。裏面は黒をグレーで薄めて筆で墨入れしました。直接黒だとコントラストが強すぎる気がします。余分な墨はエナメル溶剤をつけた綿棒で拭き取ります。仮止めしていたカウル全面を剥がしてエンジンを取り付けます。カウルの内側は覗き込むと見えるので艶消し黒で塗りました。エンジンのラジエーター部分はカッパーで塗りました。タイヤですが、先端をカットしたようじに両面テープで固定して筆で塗ります。主脚はランナーから切り離さずに塗っています。排気の汚れをエナメル塗料で描きました。黒、赤、茶色で描いてエナメル溶剤で伸ばしていきます。尾輪の塗装。あまりにも小さいので模型用拡大レンズを使いました。塗り分けの限界を感じます。これ以上小さいものは私には無理です。はみ出したところはタッチアップしておきますが、小さすぎて筆先がプルプルしています。主脚の組み立て。
デカールを貼っていきます。貼りたい箇所にマークセッターを塗ってからデカールを乗せ、余分なセッターを綿棒で吸い取ります。帯のデカールを貼ります。このキットで一番難しいデカールではないでしょうか。マークセッターをたっぷり塗って液体に浮いている状態で位置決めをし、位置が決まったら綿棒で余分なセッターを吸い取ります。燃料タンクのキャップのデカールですが、小さすぎて位置がうまく決まりません。貼りたい位置ではなく、少し横にマークセッターの水滴を落とし、そこにデカールを浮かべます。そこから貼りたい位置にずらしていくことで位置合わせをします。他も同様です。風防の後ろのデカールは、貼って生乾きのうちに余分な部分を切り取ります。垂直尾翼のデカールは一番派手なデカールにしました。位置決めが難しそうだったのでマークセッターをたっぷり塗って液体に浮かしながらずらして合わせていきました。モールドに追随するよう上からマークソフターを塗ってデカールを溶かします。塗った後に放置するとそこだけ溶けて汚くなってしまうので40秒ほどで綿棒で拭き取ります。どれくらいで拭き取るのが良いのかはデカールにもよるので一概には言えませんが、カルトグラフ製はタミヤ製に比べると溶けやすいので早めに拭き取った方が良いでしょう。主脚の黄色い部分は塗装ではなくデカールを使用しました。主脚の取り付け。主脚はダボで位置が決まるわけではないので接着剤が固まる前に角度を調整しておきます。アンテナ支柱の取り付け。ピトー管の取り付け。爆弾ではなく造装の取り付け。アンテナ支柱は取り付けてから塗装しました。ピトー管も筆で塗っておきます。翼端灯はちょんと塗料をのせる感じで塗ります。垂直尾翼ですが、縁はデカールが貼れないので筆でタッチアップしておきます。白、赤、黄色で塗りますが、赤と黄色が発色しやすいように全体を一度白で塗っておきます。白が乾いたら目的の色をのせます。次に缶スプレーの艶消しクリアを吹いてデカールのテカリを押さえました。2度吹きましたが、1度目はふわっと軽くかかるように吹きます。2度目は垂れる寸前まで吹きます。初めからたっぷり吹いてしまうとデカールが溶け出してしまう可能性があります。撮影のために塗装ブースで吹いていますが、缶スプレーならベランダなど外で吹けるので便利です。エンジンの取り付け。椅子の取り付け。風防は流し込み接着剤で取り付けました。プロペラを取り付けた後、エンジンの銅色がギラついていたので墨入れ塗料で艶を抑えて完成です。と思ったのですが、どうもピトー管が気になり真鍮線で作り直すことにしました。真鍮線を瞬間接着剤で太らせ、太い部分と先の細い部分を表現しました。
長さを調整し、プラパーツと置き換えます。取り付けた後に筆で塗装して完成です。ついでに針線もしておきました。0.8mm の銅線を使いましたが、ちょっと太かったかもしれません。アンテナ支柱に瞬間接着剤を点付けして針線を乗せます。尾翼のところは針線を引っ張りながら取り付けますが、先に接着したアンテナ支柱部分が取れてしまわないかヒヤヒヤしながら取り付けました。余分な部分はニッパーでカットします。風防横から伸びる部分は立てかけるように接着します。針線は貼った後に艶消し黒で塗っておきました。ここで機銃を取り付けていないことに気がつきました。取り付け位置はあらかじめピンバイスで穴を開けておかないとうまくつきません。これで本当に完成になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。